こんばんは。新しい思い込みダウンロードライブということで、思い込みの話をするときに、思い込みを生み出すメカニズムっていうところの話からしたいなと思うの。理解すべきたった一つのことというふうにして書いたんだけど、そもそも私とは何なのかと。私という存在は何なのかということなんだけど、私たちは空という意識である。この空というのは、もちろんみんなの知っている、よく使い慣れている言葉で、記号だからさ、言葉って。頭の中で翻訳してくれたら嬉しいなと思うの。ソースでもいいし、創造者の視点でもいいし、当事者意識でもいいし、サムセングレートでもいいし、神でもいいし、なんでもいい。私たちは空という、今回は空という言葉を使うね。空という意識である。で、田中恵美って書いてある。これは別に、田中花子さん何でもいいんだけどさ、私は例えばカノンという肉体ではなく、カノンを観察する意識そのものが私であるっていうことね。常に肉体に埋没しそうになるんだけど、でもその埋没して楽しんでいるのを観察しているのが本来のあなたで、アセンションっていうさ、例えば次元が上がるとかさ、意識が進化するとか、あと究極に癒されるとかっていうのも、この空である。私は肉体じゃなかったんだ。私はそれを観察し、喜び、めでる側だったんだ。っていうことを思い出すことが全て。で、人生で最初の痛みというのは、この世界と自分が切り離されているという錯覚なんだよね。で、この世界っていうのは本当は自分であり、どこまで行っても自分、この世界どこまで行っても自分、他人も自分、すべてが自分なんだけれども、でもそこから切り離されているという、これを搭載しないと地球で体験できることが、いろんな体験をすることができないから、罪悪感と無価値観っていうのを搭載してディセンション、アセンションの反対で次元加工して降りてくるよね。で、すべての苦しみはって書いてあるんだけど、これは自分でやっている最高の演出でもある。で、この演出をしているからこそ、この地球で全ての体験ができる。で、元々のあなたの特徴、空の特徴というのは全ての源泉であり、源であり、ゼロポイントとも言われる。で、こっから全てのエネルギーが湧き上がる場所なんだよね。私というのが。私から全てが生まれる。全てが始まる。そして全てがある中心点。この私の中に永遠なる至福があり、至福というのは完全性ということに全てが満たされきっているっていうこと。そして、そのままでいても拡大していくというベクトル。このビッグバンが始まって今に至るまでずっと宇宙が拡大しているこのベクトルというのは、私のベクトル、私たちのベクトル。拡大のベクトルというのが今もずっと続いている。それが私という存在そのもの、正体そのものなんだよね。で、ということはなんだけど、今あなたというものは全ての次元の全ての領域を全て経験済み、全データを保有している意識。これが私という正体である。あなたという正体。で、ここに地球人以外の経験もねって書いてあるんだけど、例えば、エササニ星で、バシャールが、話をしてくれるとかさ、あと、エブラハムが話をしてくれるとかさ、あれ聞いてさ、なんとなく知ってた気がするじゃん。知ってた気がするっていうのはさ、知ってるのよ。やったことあるのよ。それで遊んでたことがある。で、その全次元の全領域が全て経験済みで今一点にある。よく今ここに全次元あるよっていうのはそういう意味ね。で、例えば気になることがあったらもうそれを澄んだ周波数に合わせようっていう話もするじゃない？それもこの中に全てあるから、澄んだ周波数に合わせようっていう意図をすることによって、その次元に矢印が向くんだよね。自分の意識が向く。そうすると、そこと波動が合ってくる。
なので前提としては、私というのは全次元、全領域、全てが経験済みであるというのをちょっと頭の片隅に入れておいていただけたらなと。でもさ、経験をするというのがどういうことか、空にとってっていうのは、空にとってはスタートとゴールが一瞬なの。同時に起こってるの。スタートした途端ゴールなの。ということは、三次元みたいに感情を伴ってドキドキとかワクワクとかハラハラとか、そういう感情を伴って味わうっていうことができないのね。だから全てあるんだけど何があるのか一体全体全然わからないっていうのが空の状態で、この空の状態をあなた田中恵美さんという肉体を通して経験をして、その経験をフィードバックして空の情報をより豊かにしている。これが日常生活と呼ばれるもので、感情というのは感じる情報って書いてあるけど、これは感情、神の情報、神なる情報、神が集めている情報とも言われるんだけど、肉体を通してそれを吸収している。これが日常生活で、日常生活というのは現実であり、内なる宇宙に比べると外側の宇宙なんだよね。自分の内なる豊かさを実感する遊び場っていうのが日常生活、空にとって。ということは、もう空にとっては日常生活こそ最高の宝物なの。本当ありがとうって、肉体のおかげで最高の経験ができてる。喜怒哀楽が全部同活だよ。全部これが知りたかって、こういうことができるんだ。こういう感情ってあるんだっていうのをたくさん知れて嬉しいっていう歓喜に常に満ちている。あなたにそれを経験してくれてありがとうって常に送っている。それが空の立場。空の立場っていうのは自分自身の立場ね。で、私たちの肉体の役割というのは、愛と豊かさの通路。このすべての空の愛と豊かさを経験するために、毎秒空から生まれて毎秒空に戻って、毎秒空から生まれて毎秒空に戻ってっていうことを繰り返しているのが私たちのこの生きるというメカニズムで、こっから思い込みの話になるんだけど、もう空の世界って無色透明で全てがフラットなので、さっき言ったように感情が体験できない。だから感情の体験ができるように思い込み、いわゆる一人一人にある信念体系と言われるもんだよね。思い込みとそれに基づいた解釈のメガネを作って、それを持って三次元にやってくる。で、ある意味さ、これって肉体から空への愛なんだよね。例えばさ、思い込み持つのってダメだとか、こういう思い込みがあるのがダメだっていう風にして思いがちかもしれない。例えば、私はすぐに失敗しちゃうとか、どうしても自信が持てない。何事も中途半端だ。そういう思い込みがあるから、そういう風になっちゃうんだっていうところまでは分かったんだけど、そこから先が変えれないって思う人いるかもしれないんだけど、そもそもそういう思い込みを作ること自体が本来の自分へのもう捧げ物であり愛なんだよね。こういうメガネを作ってこういう経験をギフトしている。で、他の経験もしたいなら他のメガネを作ればいいよ。他の思い込み作ればいいよ。簡単だよっていうのが、今日の話ね。で、これは肉体が解釈メガネをかけていると。で、その肉体の後ろ側には無限に広がるあなた、空がいる。で、この解釈メガネをかけるからこそ、例えば誰かを見たときになんかそわそわしたり、わあ素敵ってウキウキしたり、その人のやってることいいなってワクワクしたり、なんかずるいなあの人だけってモヤモヤしたり、
イジイジしたり。というのは、この解釈メガネがあるから、こういう感情が生まれてるよね。でもし、この解釈メガネがなければ、もう、すべてが命として存在している以上ってなるんだよね。これ、素晴らしいんだけれども、そこに感情というギフトがないから、神なる情報、経験値が増えないわけ。空としては。なので、いろんな思い込み作って、いろんな解釈をして、いっぱい遊びたいわけ。だからこそ、さっきの解釈メガネっていうのをたくさんエゴは作って空への愛として送ってるわけだよね。